いよいよ体験の火力のインフレーションがとんでもないことになってきました。今回は第2弾アップデートで登場した玉光希少種を2分台でぶった切る超火力構成の体験を紹介するので、ぜひ作ってみてください。強力なモンスター相手に役に立つと思います。ちなみに当チャンネルはこれからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので、体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めとしてます。それでは今回は装備紹介、実践の順に解説をしていきます。早速装備の紹介をしていきます。使う武器はボルボロスの体験です。攻撃力360、切れ味は匠2つで紫10になります。会心率がマイナス 20%、空きスロットありませんが百竜装飾枠は2つです。攻撃力が非常に高いのが強みで、弱点は切れ味なんですけど、第2弾のアップデートで匠2の装飾品を作れるようになったので、この弱点を補いやすくなりました。武器の回避強化については攻撃力15強化の一択です。それでは防具の紹介です。百竜装飾枠には物理ダメージ 1.05 倍の特攻系スキルを付与します。そして上からルナガロン、ラスボス、チュラトドス、アンジャナフ、ラスボス。お守りは攻撃3空きスロット2です。見切り3空きスロット2でも OK です。会員連成は頭に攻撃が1つで、胸と腕と足に攻めの姿勢が3つと、腰に見切り1つと空きスロットが2に拡張されています。このアンジャナフの連成はかなり難易度が高いんですけど、防具のレア度が低いので連成最大コストは18もあります。攻めの姿勢とスロット拡張であればマイナススキルを付与しなくてもコスト内で収まるので狙える連成だと思います。今回の構成は以前こちらの動画で紹介した構成と基本的には同じなんですけど、玉光希少種をより素早く狩るために最適化した構成になります。それではスキル紹介していきます。常時発動するような攻撃系のスキルは原則積んでいます。福間共鳴と逆恨みのコンボで一気に火力を上げる構成です。弱点特攻時の会心率は 70% なので、ファイトのアイルーの強化方向を活用しましょう。また切れ味も紫20なので、より短期決戦で狩りたい方におすすめができる構成です。かけり虫使いは1つしかないので、かけり虫受け身や一子加勢の構えを対応するときはゲージ管理に注意を払う必要があります。被弾は減速しないことを想定しているので、防御性能を上げる剣女盤石をつけていますが、気絶耐性でも構いません。虹色ひと玉取りがいるので、余った1スロはモンスターを引きつけやすくする陽動にしましたが、普段の狩りでは強でいいと思います。逆恨みをレベル5にすることはできませんでしたが、神連星を引けばマックスにすることができるので、まだまだポテンシャルが残されています。私はボルボ体験の見た目があんまり好きになれなかったので、追加 DLC のロストコードシリーズの重ね着に変更しました。公式で展開されたこのミネーレさんがかっこよすぎてつい購入してしまった方も多いんじゃないでしょうか。ボルボ体験の対抗は攻撃力350体の5射ハギの体験などになりますが、匠2の誕生によりヒカジバの狩りにおいてはボルボ体験の方が期待値が高いっていうのが当チャンネルの見解です。詳しくはこちらの動画で考察をしています。それでは早速先ほど紹介した体験の構成で玉光希少種戦っていきます。今回はがっつり玉光を拘束して狩り切るので、睡眠は邪魔になるのでお供は睡眠武器ではなくて爆破属性の武器にしています。それではかけり虫を1つ取って、ここで網切り茜取っていきます。ここで1分間会心率が 30% 上がるので、会心率が弱点特攻時で 100% になります。それでは早速八角方向に対して一子加勢の構えを合わせてやります。これで一発で頭が壊れるので確定ダウンが起こります。かけり虫使いが1つしかないのでゲージには注意をしつつ小樽新ためを放ってやります。これで総流ひるみですね。総流ひるみ解除後に罠にはまるように落とし穴をセットしていって、この隙に小樽新ためをぶつけます。若干ディレイさせて攻めの姿勢を必ず発動させるようにしましょう。そして落とし穴にはまるんですが、ここ三常に接近しすぎていたら頭に当たってしまうので、少し距離を空けて新ため切りをぶつけてやります。罠から解除後は覚醒状態に移行するんですが、なんと覚醒状態移行中は罠にはまらないみたいなので、しびれ罠を置いてからこの方向に対して一子加勢の構えを合わせてやります。ここで強化ノートをしちゃうと次の新ため切りが間に合わないので、普通にノートをしてから小樽新ためをぶつけてやります。ここで覚醒状態中の余ダメージが蓄積したので確定ダウンが起こりました。罠はめ中は確定ダウンが起こらないので少しタイミングをずらしてやるのがコツです。そしてここで意図的にスタンを取ってやって小樽新ためをぶつけてやります。次また起き上がったら
覚醒状態に移行するので、ここは強ため切りぐらいにとどめておいて、強化ノートで火力を上げて、またシビリアナを置いてやります。そしてこの覚醒方向に一子風の構えを合わせてやって、覚醒状態移行後にシビリアナにはまります。罠の耐性がついているので、すぐに復帰するので、もう新ため切りは当たりません。なので、強ため切り、強投げ払いで確定ダウンを起こしてやります。ここで強化ノートをホタル新ためで追撃をしてやります。ちょうど切れ味を20使い切ったところで弱り状態に移行しました。なので、先行で高速をして、シビリアナを置いてやって、捕獲麻酔弾を投げて、これでフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。狩猟タイムに関しては2分33秒でした。ちなみに本狩猟はマリモさんのタイムアタックを参考にしており、概要欄に URL 貼っております。他にも質の高いタイムアタック動画が多数投稿されているので参考になるかと思います。覚醒状態移行中に罠がかからないっていうのが画期的で大変参考になりました。ありがとうございました。それでは今回はこれで終わります。また体験の動画でお会いしましょう。バイバーイ。